猫マンマ。猫マンマ。初めてその猫マンマというものについて知ったのは、大学生の時だったんですよね。1990年か91年あたりかな。その時のウィスコンシン州立大学でできた日本人の友達、大阪出身の Y 君、すごい友達になって、その時彼はほら英語を覚えにウィスコンシンまで行って、俺はもう日本語を覚えたくて、もう友達いっぱいできたんだけど、そのうちその中の一人はその Y 君。Y 君は大阪からウィスコンシンに来たものなんだけど、よく一緒に食べたり飲んだりあれしたり遊んだりしていたことが多くて、一回彼のアパートにいたら、彼はご飯を作ってるところを見て、Y 君何作ってんのって、多分その時のああいう日本語じゃなかったと思うんだけど、Y さん何を作ってるんですかって多分もっとちょっと発音が下手くそだったかな。で、その時は彼に説明されたのは、猫マンマ。正直言います。そこから30年経つのかな ?30 年以上経つんですけど、ずっと猫ママだと思ってた。マンマじゃなくて猫マンマ。つい最近まで調べて、これちょっとまた猫マンマを食べたいなと思って、やろうとして初めて猫マンマだと。30年間、猫ママって言ってきた俺には、ちょっと恥ずかしい真実なんですけど、その時 Y 君が作ってたのは彼流の猫マンマ。それはね、ご飯があったんですね。ご飯に、その後、マヨネーズ。日本のマヨネーズ、その時までは、俺はね、食べたこと一度もないです。その味知らなかったんだけど、マヨネーズをご飯にかけたんだよね、彼が。結構たっぷりだったのかな？このぐらいかな？もうちょっとだったのか、30年前だから忘れたんだけど、その上に醤油をかけた、Y 君に、これは、スティーブさん、これは、猫ママ。猫のママ、可愛い名前だと思ってて、多分知られてないかもしれないんですが、アメリカ人はね、中華料理とか日本料理とかを食べるときに、平気でご飯に醤油をかけて食べることが多いです。俺のもうお父さんもそうやってたし、もう親戚みんな知り合いも、当たり前のことなんだよね。ただ日本人の友達できているから、ご飯に直接醤油をかけることが一度も見たことなかったんですよね。Y 君が、この猫マンマが作るまで。これちょっと一口でもいいですかって頼んだら、いいよスティーブさん、これはうまいと。うまい。Y 君に一口。ところで、もうそこから、私30年食べてないですよ。食べてないです。この後説明します。なぜかっていうと。30年前に今、フラッシュバックした Y 君のアパートにいる猫ママの初めての一口食べて、うまい。これは日本食のイメージは、まだ当時寿司とか、寿司が強かったかな？他のあまり知らないの中で、こんなにうまいものもあると教えてもらって、食べて、美味しいよ。美味しい。マジで、うまい。懐かしい味。その、Y 君のところの後、また何回か自分で猫ママを再現しようとしたことがあった。アメリカでは。なかなか一回もうまくできなかった。当時はなぜかなっていう。何年経ってからなぜかっていうことはよく分かったと思います。まずはですね、その時よく理解できなかったのは日本米、日本のご飯、日本のライス、ジャパニーズライスの美味しさ。日本のお米じゃないと美味しくないことがまず一つ、理解できるようになったことです。もう一つ。
醤油。もちろん、アメリカにも醤油もあるんですけど、キッコーマンとかも、同じウィスコンシンでキッコーマンも作られてるんですが、ライト醤油とかじゃなくて、普通の醤油をかけることが一つのポイントだということ。でも何より、多分、それより重要なのは、キューピー。日本のマヨネーズじゃないと、全く美味しく食べられない猫ママです。ショック受けました。もう実家に帰って、自分の友達とかお母さんとかにも、美味しいもの意外とシンプルに作れる。炊飯器も買って用意して、もうウィスコンシンから持って帰って、みんなに作ろうと思って、キューピーがなかったんです、その時はね。ヤオハンプラザがあったんだけど、ニュージャージーに多分当時。ね、別に考えてなかったんですよ。マヨネーズあれば十分だろう。それでアメリカのマヨネーズで作ってみたんです。ところでアメリカのマヨネーズはこういうものです。ヘルマンズ。ヘルマンズは有名なブランドです。アメリカも昔から子供の生まれる前からもあったブランドだと思います。マヨネーズといえばヘルマンズというものなんですが、もちろんこの入れ物は当時はなかったんです。このマヨネーズで作ってみたら、ショック受けた。美味しくなかったね。キューピーはポイント。日本のご飯もポイント。そして美味しい醤油。ライトとかああいう変なダイエット醤油じゃなくて、醤油で猫ママを作ると、マジで美味しい。これ毎日食べられると思う。これで、社会人になって日本にいて、いろんな方に俺の猫ママ、直されたことは一度もなかったんだよね。最近まで本当にもう猫ママって言ってたんだよね。猫のママってなぜそういう名前なのかなって不思議に思ってた、ことなんだけど、直されないから、そのまま猫ママ。スティーブ、猫ママよ、あれ、味噌汁とか、鰹節とかってこう、いろんな言い方から違うものが、いや、俺が食べた猫ママは、ご飯にマヨネーズと醤油って違うよ、スティーブは。その時から少しずつ分かったのは、猫ママは、地域によって、もしくは、関東、関西とかも大きく見ると。そしてその実家、そしてその家族、もう本当にローカルな、その家族のところまで猫ママっていうのは、いろいろある。一つの決まっているこのもの。これは Y 君のところ。Y 君の実家かわかんないんだけど、Y 君の家だけなのか、あの辺でよく食べる大阪のところでこういう形で食べる猫ママ。でもね、味噌汁とかはなかった。このままだった。ご視聴いつもありがとうございます。いろんな日本全国から見てくださっている方がいらっしゃると思うんですが、あなたの実家の猫ママはどういうものなんですか？他はもう試したことない。やっぱりレストランにいて猫ママとかって注文するものじゃないんだよね。これがめちゃくちゃ美味しい猫ママ。もし、この形では食べられたことがないようでしたら、一度試してみてください。Y 君の実家の猫ママは最高ですよ。俺は大好きです。でも、他にどういう猫ママがあるのか、スティーブさん、この地域ではこういうのあるというのはぜひ説明、いただきたいなと思います。他でも試してみたいと思う。信じてください。このマヨネーズで猫ママ、どんな形だろうかが、あとはカツオとか海苔とか、何をの上に乗せても、キューピーは間違いない、ことですね。懐かしい。猫ママ。こんなに、もう、これ食べていいの？これ、健康的と言っていうアメリカの感覚だったら、ご飯にマヨネーズをあれだけで健康的な扱いになるかもしれない。全然そうじゃないかもしれないけどさ、でも、美味しい。ね。ワイ君、見てるかわかんないんだけど、感謝だよ。美味しい猫ママを。変な日本のご飯、変わったもの、みんなが狙うようなものじゃなくて、ソウルフードになるんですか？これも。まだ汚いかもしれない。感謝です。Y 君、ありがとうございます。
他の猫ママも試してみたいなと思うので、ぜひぜひ教えてください。ところで、スティーブ的店のグッズ、独占グッズがあります。このパーカーはその中の一つです。そして、この帽子、そして、こんなにかっこいいステッカーもありますので、キーチェーンなど、たくさんあるので、Amazon と stevepob.jp 下にリンクがあるので、ぜひチェックしてみてね。よろしくお願いします。いつも言うんですけど、日々前進。多分一番好きな四字熟語。少しずつでいいから前向きにやっていきましょうね。サムズアップ的に笑顔とサムズアップだったらどこでもいけるんじゃないのかなと思いますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあまた次回までサムズアップでやっていきましょう。